こんにちは。前回からの続きで、ストレートのハウツーをやらさせていただきます。で、第1回目は、顔の向き、目線、目線ですね。この目線、アプローチしている時、飛ぶ時、空中、そして着地、どこを見るべきかっていうところに注目したハウツーになります。全く当たり前のことをめちゃくちゃ掘り下げて説明していきます。最初に言ったようにこれが押さえてないと次のステップに行ったところでもつまずいちゃう。どんどん積み上げていくべきものだと思うのでしっかりついてきていただけたら、いいなと思います。雪山と、このクエストオフトレ施設でやるのとはちょっと若干ずれるんですけど、あくまでもちょっとクエストでやる場合のその練習方法として参考にしていただければなと思います。山でももちろん通じてます。ただ山は次何見なきゃいけないかっていうとゲレンデの周りの状況を見なければいけない。他のスノーボーダースキーヤーがどこ滑ってるかとか、あとやっぱその風向きを木を見てとか旗を見てとか、そういった細かいところにもなって、そのスピード調整にもかかってくるから、ただクエストみたいにあーって突っ込むだけでは山では、非常に危険です。だから今回はあくまでもクエスト編、オフトレ編ということでよろしくお願いします。はい、じゃあアプローチ、自分がまず滑り出して安定させるために約5メーター手前ぐらいですね。埼玉クエストでいうとのミニでいうとアプローチの真ん中ぐらいを1回確認して、そして体勢を整える。ここまで、で1回このアプローチの真ん中まで自分で位置を確認して滑っていく5メーターのところで安定をさせるためにそこを見ておきます。でそして真ん中来たところでリップを見る。今度はリップの先端、まばたきをしない。これ結構重要で、まばたきをなるべく減らしてください。僕コーチングしてる時にまばたきを4回した5回したってよく言うんで、っていうのはやっぱりまばたきをしてる間に目つぶってる間にやっぱ情報が遮断される。なのでこれぐらいの距離だったらまばたきは0回でいいんじゃないかなっていう。なんでかっていうと本当に集中してる時っていうのはまばたきはしないはずなんで。大げさな話になるけど、結構これからジャンプをするっていう危険な行為、命のやり取りが始まっていくので、大げさに言うとそんな間にまばたきをしてる暇はないぞっていうところを言いたいですね。でそしてこのリップ真ん中、このアプローチの真ん中に来たらリップをしっかり見た状態でいきます。見てますリップ見てます。はい、もうここなんかはもうめちゃくちゃいいですよ。川上アウトのレベルでもしっかりちっちゃいジャンプ台でもしっかりこれだけ集中して自分が踏み切るところをしっかり見てるっていう、ここは非常に重要なところ。やっぱり先端、自分が踏み切るところをやっぱり見るってタイミングをそこに合わせに行くっていうのは非常に大事なので、っていうことはしっかり目で見て情報を得る。ここで踏み切るっていう情報を得るっていうところでしっかり見なければいけない。クエストでのお客さんとかでもよくあるのが、どこ見てますかっていうふうに聞くと覚えていない。なんとなく前、いろんな人の教え方あると思うんですけど、やっぱ空を見てるとか、空を見てるっていうのはまずここではあえて論外っていうことを言わさせていただきたいなと思って、空を見てるとその目線を外した状態で自分が踏み切るところも本当に最後までよく分かんない状態で空を見ることになってしまうと、自分がどこで本当に踏み切んなきゃいけないかっていうのがなかなか分からない。そういったところで、しっかりリップを見てくださいとここでは言いたいです。リップを見ていると自然に顔は動かさなくていいんですけど、デコ、ランディングが見えてきます。でそこをしっかり見て、その意識の中ではここに向かって飛んでいくんだっていう気持ちをここで作れるんで、
自分が飛んでいくところをしっかり見る。空中もずっとそこを見続ける。顔を背けない。見る着地するところを、はい、しっかり見てますね。はい、で今度着地した瞬間、着地する瞬間は今度は顔または目線を前に送って自分がこう進んでいく方向をしっかりまた見て情報を得る。滑りながらも前を見て確認をする。自分がどこに滑っていくか。荒れてる場合もあれば、例えば誰かがいるかもしれないし、何か物が落ちてるかもしれない。雪質の状態もこの目で見て、情報を得て次に起こりうることに備えておく。そのためにやっぱり視線は常に前へ送るっていうところです。顔の向き、よくあるミスがあるとすれば、こう飛ぶ時にやっぱ下を見ちゃう人がいる。飛んでグラブをするところ、またはここで真下を見ちゃう人がいます。こっちが進行方向だとしたらこう来て、このアウト、この状態でこのまままっすぐ飛んで、こういう風に飛んでるとインディで。でもよくあるミスが、まずアプローチの体勢から、人間の構造上こっち向くのが楽なんですけど、でもスノーボードは横向きなのでこっちに見なきゃいけない。だけどこの向きが、顔の向きが浅いと、これ前見えてるようで間接視野になっちゃうんでよく見えない、情報が得られない、あんまり。っていうことは顔をしっかり前を向ける、はい、そうするとこう両目でしっかり前の情報を得ることができるので、こっちを見ると。ただこういったとしても飛ぶ瞬間にここを見ちゃう人がいます。真下グラブがするところ、飛ぶイコールせーのジャンプ、こういう状況。これはもう非常にまずくて、空中で飛んでグラブしてたとしても、またこれ進行方向をこっちすると間接視野でしか物を捉えられないので、これはもう非常に危険な状態なので、しっかり顔の向きも前に向いて両目でしっかり前を捉えれるようにする。こうすることによって情報を前から得られるので、しっかり顔の向きも前にしてください。そうすると両目で、見ることができて、その情報を得ることができます。今回のまとめなんですけども、まずアプローチドロップした瞬間、スタートした瞬間、自分とジャンプ台の飛び出し口の真ん中ら辺をしっかり見て、スピードに安定させる。自分はここに向かっていくんだっていう、心構えを持つ。でそこのポイントに到達したら今度リップを見る。で今度リップを見て、そこでこう踏み切る瞬間までリップを見続けていたら、今度着地もしくはデコが見える。で今度はそこを見ながら、踏み切る、ジャンプする。そしたら今度空中で、空中になっていくと自分がこうどこまで飛んでいく、あそこに飛んでいくんだっていうところをしっかり両目で見る。顔も向けておく。で今度着地した瞬間は今度また自分の 5m 先 6m 先をしっかり、また目線を送って両目でしっかり見て情報を得る、ということですね。なんで見るかっていうのは、さっきからもしつこく言ってるように情報を得るためです。しっかり見るっていうことは、自分がどうやってこのタイミングで体を動かすかとかっていうのをはっきりと脳に情報を送ることができるので、しっかり見る、そこがポイントになっています。第1回目線、そして顔の向き、アプローチで見るポイント、飛ぶ時に見るポイント、空中で見るポイント、あと着地で見るポイントに集中してお送りしました。ご視聴ありがとうございました。